いらっしゃいませ。きなくらチャンネルのキララと、クララでーす。どっちーなで遊ぼう。イエーイって、どっちになって何ですか？乗ってみたけど。これね、どっちーなっていうのはボードゲームなんですけど、こんな感じでね、イエス、ノーで答えられるカードがいっぱい入ってるんですよ。それをね、こうやってピラミッド型に並べまして、はいはいはい。こういうのあるじゃん、なんか。性格診断、ね、みたいな感じで、フローチャートっていうのかな。ここに行き着いたあなたはオタクですと。何型のオタクですみたいな。そう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 。そう、なんかそういうのがランダムで作れちゃうみたいな感じのボードゲームで、でね、これを、相手がどう答えていくか、答えた最後どこにたどり着くかみたいなのを予想して当てようみたいなボードゲームです。なるほどね。めっちゃ面白そう。そう、めっちゃ面白そうでしょ。しかもさ、うちらってなんか自己紹介してないじゃん。そうなんだよね。ちょっと前にキララ王っていうね、私の誕生日の動画を撮らせてもらったんだけど、まあそれが初めてぐらいだよね。まあ、そういうことも皆さんにもしかしたら知っていただきつつ、まあ、うちらはね、親友歴長いので、もうこういうパーソナルな質問当てるだけだったら、まあもう、ビタビタ。でもいつもそうやって大きく言ってる。いつもそうやって大きく言って失敗してるんだけど、今回はもう正直ね。親友歴が長いところを見せつけながら、うちらのことも知ってもらえるっていう一石二鳥だ。ボードゲーム。まあ、正直自信ありですね、うちは。おー。質問に答える側と予想する側交代交代でやっていって、当たった方が1ポイントで、まあ、ポイント多かった方が勝ちだけど、まあ、全問正解。まあね、そうね。関係ないよね。全問正解だからね。引き分けかなまあ。いや、でも簡単でいいね。そうでしょ？どっちな。やっていこう。じゃあ、最初は、うちがどこに行くか、キララに予想してもらおうと思います。予想してっていい？いいよ、してって。考察して。考察します。洋食より和食派だわ。もうこれね、もう結構さっと。実は、ダイナーで働いてるくせに和食派なはずなので、薄味好き。まあ、なんかね、塩気のあるものとかも好きなんだよ。甘いものとかも。でも、日常的に食べてるのはやっぱ薄味のものなのね。だからイエスか。ってことまだ秘密だけど、うちは言わないけどね。いや、そうでしょ。で、で、これが、イエス。次が、大盛り無料に弱い。いや、これはね、弱くないです。もうね、私が見てきた人間の中でもうかなり上から数えた方が早いくらい小食です、この人は。なんかね、ちまちまずっと食べてるんだけど、ドカッと一回食べれない人なのねとか決めつけさっきから決めつけばっかり。完食とかは結構意外にするけど、大盛りとかはなんなら何も食べきれないタイプなはずなので、だからノーだね。で、次が公園で眠ってしまうこれやばいだろ。むずいな。緑地公園みたいなさ、みんながピクニックしに行くような場所ってあるじゃん。結構広めの芝生があってみたいな。あれも含めるんだったら、ちょっとお外でレジャーシート広げて、その上でなんか友達と寝るとかさ、家族と寝るとかさ、なんかそれだったらあるんじゃないかなって思うんだよね。でもさ、眠ってしまったっていうのは、ニュアンス的にはなんかその辺の公園でのベンチでぼーっとしてたら、なんかいつの間にか寝てたみたいなさ。いや、私は後者を今パッと思い浮かんだから、さすがにそれはないであってくれって思っちゃったんだけど、いや、ここはちょっとピクニックコースで行こう。ピクニックを想定しよう。してる読みの
ここにします。あ、ここね。これにします。うん。じゃあ、答えていきますか。はい。まあ正直、上は簡単な気はするわ、この。だよね。うん。うんうん。洋食より和食派な。これはね、言ってくれてたけど、もう和食派ですね。はい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 。なんかバイキングとかで、和洋ある時も全部和で固めちゃうぐらいに和食大好きだね。私それ選べない派なんだよね。どっちも食べちゃう。これはもう和食派なので、イエス。次も自信あるよ。いやもうこれは簡単でしょ。大盛り無料に弱いわけない。ある意味弱いよね。ある意味ね、大盛りある意味ね。に対して屈しているんだけど。いや、もう、おっしゃる通り、かなりの小食なので、なんかいつも食べてるのは確かにそうなんだけど、許容量、一発の許容量がね、でかくないんだよね。だから、これはもうだから、ね、完璧に近いよね、回答としてはね。ここまでは、まあまあいけますよ。誰でも。いや、誰でもだよね。誰でもではないだろう。次ね、公園で眠ってしまったことがある。これは、うちは、イエス。おーうち、お花見好きなんよ。っていうか、季節のお花を巡って、公園に散歩するのが結構好きで、毎年欠かさずお花見してるんだけど、自然公園とか行ったりってことだよね。そういう公園で桜を見ながら寝落ちすること、これがね、もう一番春楽しいこと。春の一番の楽しみといえばお花見しながら寝落ちすること。お花見しながらマック食いながら寝落ちすることだから。これがもう至高の幸せだから。これはね、いや、あります。なるほどね。いや、これはじゃあ結構ビタビタにやった。これビタビタ。そうじゃん。いいね。幸先いいね。正解、大正解。じゃあ、1ポイントとしておきますか？1どっちだわ。1どっちって書いて1どっちね。はいはい、単位がほんとだ。1どっちだ。じゃあ、今私はキララ1どっち。キララ1どっち。いや、分かってきた。いや、楽しくないこれ結構。いや、面白い。これすげえいいゲームだ。じゃあちょっと、交代してやってみようと思います。交代しましょうか。はい。キララが親です。あ、結構面白い。いや、結構なんか、ちょうどいい質問が一番上に来てる。ね。好きなファッションブランドがあるは、あるでしょ。なんか、これだって名前あげれないけど、ないことないだろ。そう、ないことはない。おしゃれが好きな人だから、今ないわーみたいなことが、コロコロ変わってるかもしれないし、一個ずぶといのがあるかわかんないけど、何かしらはあると思う。おしゃれが好きだから。だからここは絶対イエス。で、オッケー。家族には言えない趣味がある。これ家族に何を打ち明けてるかまで正直、そんな話しないよな、別にな。けど、これ、言っていいのか言っていいか分からない。言ってダメだったら後で言って。ピーしとくわ。キララは結構、エッチマンだから。キララ結構エッチマンだから、なんか、まあ言えないこともあるのではないだろうかっていう。なるほどね。はい。まあ。まあ、なんかでも、飽きすぎに自分のことを話すタイプじゃない気がしてて、別に家族に限らず、聞かれたら答えてくれるけど、なんか何でもかんでも、自分のすっごい内側までペラペラってタイプには思えないから、まあなんか言ってないって方が自然かなって思う。別にそれが変な趣味じゃなくて普通の趣味だとしても、わざわざ言ってないみたいなこともあり得る。イエスと予想。はい。どうなのか、正直わかんないところだけど、まあ、イエスかな。で、食事は必ず野菜から食べる。知らねえ。知らねえよ。なんか料理とか結構凝ってるから、なんか野菜
もちゃんと出してると思うのね、お家でご飯食べるときに。だからまず野菜は取ってるとは思う、大前提。から、イエスにもなりうる。これどうこれむずいね。まあでも必ず野菜から食べるって言われたときに、はいって言える人なんていねえと思う、人間。確かにね。必ず野菜から食べます、私ってこう、言える人っていないんじゃないかな。キララってあんまり自分のことを断言しないイメージがちょっとあって。なるほどね。はい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 。必ずとか絶対とかそういう表現をなんか避けてる、あんま使わないイメージがあるからここ言い切れないんじゃないかなって。なるほどね。たまにあえて絶対とか言うときあるけど。けど自分のことに関するときは、自分のことでは言わないかも。あんまり言わない気がするから、食事とか野菜とかはどうでもよくて、必ずに対してノーを言うんじゃないかなっていう、はいはいはい。読みでここはノーなので、なるほど、クララの予想はここです。わかりました。じゃあ、ちょっと上から見ていきましょうか。お願いします。まず、好きなファッションブランドがあるは、イエスです。いや、でしょ、よかったよかった。さすがにね。まさに本当に言ってくれてた通りね。なんか正直、もうここしか勝たんみたいなのはあんまなくて、安かろうが、なんか高かろうが、自分がいいって思ったものを着るタイプなのね。そうそう。でもその中でも、ここの新作は見ちゃうな、みたいなのは何個かあるって感じかな。だから、そんな多くはないけど、さすがにやっぱある。もうここしか買わないとかもないけど、あるかないかで言われたらそりゃある。ある方である。無頓着じゃないからね。さすがにね。家族には言えない趣味がある。いや、どうなの？これは、まあ私がエッチマンかどうかは一旦置いといて、これはまあはっきり言ってイエスです。まあ別にオタク趣味とかは知ってると思うの、さすがに。なんか部屋にポスター飾ったりとかもしてたし、まあ言ってるし別に。なんだけど、これを一つの趣味としてあげるのもあれなんだけど、やっぱさすがに DL サイトとかファンザとかで同人誌買ってるのは言えないよね。エッチマンじゃねえか。正解じゃねえか。いやビタビタやってるでしょ。ビタビタや。ビタビタか。で、その下ね、食事は必ず野菜から食べる。まあ結論から言うと、ノーです。じゃあでもこれマジで読みが完璧で、実はサラダとかがあると、なんかサラダから食べちゃうのよ。もうそれはあれば絶対あれば絶対そうしちゃうの。なんだけど、サラダじゃなくってさ、なんか小鉢だったりとか、あとハンバーグとかの端っこの方に乗ってる人参とかさ、あるじゃん。あれね。あれとかまで気をつけて食べてるかって言ったら、サラダとして出てないものに関しては適当だなって思ってさ。そういう意味では本当クララの言う通り、必ずではないなって思っちゃって。だからまあノーかなって。いや、この必ずがやっぱポイントだったわけ。そう。だからサラダって書いてあったら必ずだったかも。結構必ずやってる。正解だね。やったー。なんだっけ、1どっち？1どっち差し上げます。1どっち。ありがとうございます。いや、いいね。いいね。分かってんね、お互いのこと。はい、次のチャンプはこちらです。長いものを持つとついつい噛まれてしまう。だからこれあれね、一瞬何の話してんのかと思ったけど、例えば傘とか持ったら、こうちょっとキリトくんみたいにスタンポーズ取っちゃうみたいなね。ごめん、今ちょっとキリトくんしか思いつかなかったんだけど。パンチローみたいな。そう。やらんだろ。いや、なんかその場のノリで、例えば私と2人で遊んでる時とかにふざけてやるとかはあるかもだけど、日常的にやってるわけはないと思うの。そう、なんかね、日常的にはやらんだろうの、もうこれはノーするわ。ここはもう考えてもしょうがないから。次が
個性が最も大切な。なんかすごい、真面目な質問。これ結構難しいね。いや、なんか、私はクララほどではないけど、時々ね、お絵描きしたりするんだけど、そのお絵描きの話、イラストの話をしてる時とかに、絵が上手なのも大事だけど、やっぱ個性って大事だよね、みたいな話を二人でするのね。上手に綺麗にやることよりも、個性を大事にする傾向はあるかなっていうのでイエスかな。まああくまでもちょっと傾向の話にはなっちゃうんだけど、人に見てもらうっていうので大事にしてる部分ではあるかなって思うから、イエスで、にしようかな。この質問難しいな。みんなで何かをするのが好きだ。これはイエスじゃない？その心は。嫌いなイメージは別にないかな。今もこうやって遊んでるしな。そう。で、それをだからさ、みんなとするかはちょっと怪しいじゃん。なんかみんなっていうのはさ、どのくらいの量のことを言うのか難しいと思うんだけど、でも、キララとクララ、共通の友達と一緒にゲームしようよみたいな、なった時も、絶対クララ嫌って言わないし、そうやってなんか集めてなんかしようぜってなった時に、いや、ちょっと大勢だから嫌だわとか、いうのを言われたことが一度もないから、さすがに嫌じゃないと思う。ここに決めました。私はこれに決めました。はい。まず長いものを持つとついつい構えてしまう。これね、すいません。構えます。ねえ。じゃあもう返せよ、時間。もうね、意味なかったじゃん。めっちゃ考察したのに。ほうきはなんかついつい構えちゃうし、構えるな。シャワーはついついマイクにしちゃうし。やるな。何歳だ。わ、日常的に構えてる。マジか。一人だとたまにやってるんだ。たまにっていうか、まあ結構やってる。ノリノリ。ねえ。すいません。やってます。もう終わったわ。けど、待って、けど、下がノーだったらあり得るよ。そっか。そっか。ここ真ん中に戻ってくる可能性もあるのか。じゃあ、一旦下行きます。フィッシングメールをクリックしてしまったことがある。実は、あれはあるんだよ。なんか、ツイッターとかで出てくる、詐欺ショップに引っかかって、それ夏。靴だっけ？可愛い靴あったから、買おうって思ったら、あったな、そんなこと。それはキャンセルできたんだけど、そういう詐欺ショップに引っかかっちゃったことはあるんだけど、フィッシングメールはね、メールを使わないので、なるほどね。クリックしたこともないって感じ。そう。なので、これ、ノーなんですよ。戻ってきたよ。ということはでも待って、ここでまさかの今までみんなで我慢して遊んでた説。実はキララにはさ、言えてなかったんだけど。みんなで遊ぶの正直嫌だったんだよ。苦手だったことはあれなくてさ、なわけはなく、みんなで何かするのはめちゃくちゃ大好き。パーティーゲーム大好きだし、なんかみんなで頑張ろうみたいな、そういうなんかチーム戦みたいなの大好きだから、もうこれはね、イエスです。正解。やったー。よかったね。危なかったよ。そっか。これ戻ってこれるんだ。キャラ、1どっち獲得。これで2どっち目。2どっち目。いや、危なかったよ、本当に。危なかった。じゃあ次は、これ。キララがどこ行くか予想します。テレビをよく見るか。はい。なんか、テレビの範囲。そうだよね。地上波をよく見るだったらもうめちゃくちゃノーだと思う。聞いたことない、なんか地上波の話。このバラエティ番組おもろくて、みたいな。聞いたことない。本当にない。聞いたこともねえな。流行りのさ、俳優さんとかもあんまわかんないじゃん。うちもわかんないんだけど。わかんないね。テレビをよく見るは、うちは地上波だと捉えて、ノ
脳ね。のはいにする。ちょっと待って待って。やばいやばい。一度はアフロヘアにしてみたい。俺でもわかんない正直。だっておしゃれ好きだからさ、その挑戦したい欲があるかもしんないやん。なんかちょっと捨てきれない。切りきれない。ケロロ軍曹を好きでさ、そっからガンダムにハマったぐらいさ、オタクだからさ、やっぱアフロ軍曹に、アフロ軍曹に一回ね。なっとかないとな、みたいな。経験しとかないとな、みたいな。オタクアフロ軍曹わかるかな。別に。してみたいに対してイエスでもいいんじゃないって、別にノーってしたくないよなんて言わなくてもいいんじゃないかなと思って。やっぱいろいろさ、挑戦するタイプのおしゃれさんだと思うからな。アフロまで行ったとしても全然おかしくないとは思う。うちはキララのおしゃれ探求心をがここまでいってるとそういうそれ読みね。予想しようかな。で、集めているものがあるは、これはイエスだよ。だって、コレクターだからね。コレクター気質のオタクだから、キャラって。そうだね。だから集めてるものがあるはイエス。まあさすがにね、脳は大嘘だよね。ここはわかるけど、ちょっと上2つはちょっと自信ないので。ちょっと自信は低いですけど、うちはここだと思います。じゃあ見ていきましょうか。まず、テレビをよく見る。どう答えるこれに対して。まあ、一旦これは、私も同じく、テレビイコール地上波って考えてた。っていうのもさ、人にさ、キララさんってよくテレビとか見ますみたいな会話を振られた時に、いや、テレビは使ってるんだけど、地上波はごめん見てないって答えると思うの。だからここはやっぱ、地上波っていう想定でノー。見ません、私は地上波。マジで見ないよね。マジで見ない。だから最近見たのは競馬くらい。競馬だねこれ正解、大正解ですね。はい、よかった。これはよかった。だからまあ、順当にアフロヘアについてなんだけど、一度はアフロヘアにしてみたいかどうかなんだけど、ちょっと、ごめんなんだけど、ノー。いや、こう、おしゃれ探求心について触れられて胸が痛かったんだけど、やっぱいろんな髪型ね、結構してきたりとか、パーマもかけたことあるし、で、あと、ドレッドヘアもしたことあるのね。なんか結構いろいろやってきたから、アフロが結構髪傷むっていうのを知ってて。まあ、そうだよね。そう。アフロって結構、アフロにすること自体も、髪傷むし、後のケアとかが結構大変で、それで傷んだりするんだよね。なんかホコリとかが絡まってそれを解くのに結構ねダメージがかかったりとかするイメージがあるから、まあ私結構髪の毛めちゃくちゃ色抜いてるんだけど、同じ髪を傷めるだったらアフロにはしないかなっていうの観点からノーなんですね、これが。まあそうか。そんな感じかな。ノーなんだけど、まあ、この時点であれか。まあこの時点でうちは失格となりましたな。なりましたか。でも聞かせて。一旦これ次答える？ラーメンは醤油派。全然違います。待って。全然違う。待って。何？豚骨。そういうことで。今、なんか私、やばいこと言ったんかなと思って。当てたかったのね。言って。ちゃんと、当てるから待ってって言って。すごいね。豚骨です。もっと言うと、醤油豚骨が好きかな、結構。福岡のラーメン美味しいって言ってたよね。そう、めっちゃ好き。いやー。アフロ間違えちゃった。アフロ間違えちゃった。おもろい。どっちもらえなかった。じゃあゼロどっちです。ゼロどっち。じゃあ次また、もうワンターン行こう。していきましょうか。じゃあ次は、これ。わー。なるほどね。またちょっ
と1問目から難しそうなピラミッド。でもなんかうちが好きそうな質問もちらほらあるわ、なんか。あ、確かに確かに。うんうわ、ほんとだ。でしょ、なんか。最初に頼む寿司は決まっている。いや、これ、いや、なんか、クララが寿司が好きなのも知ってるし、うん好きな寿司ネタもまあ、わかるし、うん。なんだけど、決まってるのかっていうとこだよね。別にさ、うん一番好きなネタを最初に頼むとは限らんくない？なんならその時の気分とかもあるだろうし、ノーかな。いや、まあでも寿司好きだからな。寿司だけに変なこだわり、発動する可能性もなくはないよね。イエスも全然あり得るけど予想はノーって感じ。ノーにしとく。ううんん。じゃあ次。本を読むのが好きだ。あ、これはイエスじゃない？でも好きでもないだとノーになるのかな。いやでも好きでしょ普通に。なんなら最近2人でとある本の話で盛り上がったところだから。そうだね。孤島の鬼読んだよってあ、そうそう話して盛り上がったね。うん。からまあここはねイエスだと思う。うん。さすがに好きでしょ。うん。でこれだよね。これなんかめっちゃクララっぽい質問ねだなって思って。これみんなもわかるかも。ね、長風呂が好きだ。もうこれはね、もちろん。もちろん。実はノー。実は。嘘プロフィール。嫌いなんです。チャンネルの概要欄。嘘だった。書いてるのに。ここで嘘ついて何になんねんだ。これは、普通にイエスだと思います。はいはいはい。だから私がたどり着いたのは、真ん中のイエスだね。どうですか？いきます。最初に頼む寿司は決まっている。これはちょっと自分でも悩むところなんだけど、どう答えるか。最初に頼むジャンルは決まってんの。はい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 。最初に頼みたいのは、季節のものをまず一口で食べたいなっていうのがあるの。でもそれって、2だね。なくなっちゃったりしたら嫌じゃない？売り切れちゃったりしたら嫌じゃん。あるね。最初はその季節のものを食べるっていうルールはマイルールとしてあるんだけど、それってこの質問に対してそれがイエスなのかノーなのかって思った時に、うちはジャンルは決まってるけど寿司として決まってないから、ノーかなって思うから、キララ正解かな。ノー。で、次。本を読むのが好きだ。これねー。どうなの？うち、最近、江戸川乱歩さんハマってミステリーいろいろ読み進めて思ったんだけど、うちね、本を読むのが好きなんじゃなくて、江戸川乱歩さんの作品を読むのが好きなのかもしれない。あ、なるほどね。何でもかんでも楽しんで読める感じじゃないなーみたいな。ないかもって。なるほどね。から、なんか、自信を持って本を読むのが好きって言える感じはしないな、正直。なるほどね。いや、ちょっとクララ好きのハードル高いところあるからな。なんか人に前で公開して好きって言えるほど、本はまだ開拓できてない。なるほどね。本を読むこと自体は好きなんだけど、ちょっと言い切れなくて、ノーです。はい。長風呂が好きだはイエスだから、もしこのイエスだったら正解だったんだけど。ちょっと正解の線は立たれたんだけど、続いて。期間限定のものは買ってしまう。これどうかな？これは、さっき寿司で期間限定とかいう、確かに。そう、出たけど、でも、それは寿司、とか食べ物とかだったらわかんないけど、なんか私これ食べ物なんか想像できなくて、でもコンビニとかだったら食べ物で季節限定とか結構売ってるよね。多分でも辞任はノーなんだよ。うちは多分今、これはノーだなって思ってるんだけど、わかる。多分人から見たらイエスだと思う。クララが、これ限定だから買っちゃったとか、いや限定と
か言われたらさとか言いながら買ってたりとかするのを見たことがあんまないから、なんかノーかなって思ったんだけど、と言いつつクララ結構四季を感じるのが好きなイメージ。そうなんだよ。そうだから旬の食べ物とか果物好きじゃんか。そうだから買ってんじゃねって思ってイエスかなって思った。そうね、四季感じるのかなり好きだね。買ってんだが辞任はノー。だから今回のチャートはここです。じゃあ私も、続いてゼロどっちね。クララに続いて。じゃあ次ラスト。おー、もうザ・プロフィールみたいな。なんかね、わりかし当たり障りないやつ。なんかさっきまでがちょっと濃くすぎたのかもしれないけど、そうだったのかも。運動部に所属していた、している。これはね、知ってる。水泳部だったって言ってたと思う、中学校。だから、イエス。で、次。暗記が得意だ。これ、キナダが辞任の、なってるか知らないんだけど、うちからしたら、得意なイメージはある。二人でホラゲとかしたことあるんだけど、マップが表示されないところを覚えたり、そもそも普通の普段の会話でも、めっちゃ前に言ったことを覚えてくれてるじゃんみたいなこと結構そんなちっちゃい情報覚えちゃったんだみたいな。希望って希望言ってねえだ言ってないだろがすごいなって思ってくれてるんだね。そうだからうちからしたらイエスなんだが本人的に、やっぱ暗記が得意ってこう胸張って言うのむずい気はする。得意って結構ね、難しいよね。あんまイエスって言わないんじゃないかな。他の人とどれぐらい暗記力に差があるかって数値になってるわけじゃないから。そうだね、テストしたわけじゃないからね。そこをやっぱ自分で誇るっていうのはちょっとキララのメンタル的に難しいのじゃないかと思って、実際イエスだと思ってるけど、ここはノーと答えると予想。そういうゲームじゃないから。人読みノーね。そう。このね、映画館では飲み物や食べ物を買う。イエスじゃないかな。あれ美味しいね、これ美味しいね、みたいな。あそこってこういうメニューあるらしいよ。気になるよね、みたいな。普通にするから、普通にするってことは、普通に食べてるってことだった。これで食ってなかったら怖い。食ってないのにやたらフードの話で盛り上がれんのもすごいから。なるほどね。さすがに。てかなんか、映画館じゃないけど、ディズニーとか行った時とかもフードをよく食べてるイメージがあって、そういうそこでしか食べれないフードっていうのがそもそもちょっと好きなんじゃないかなっていう。なるほどね。そこについて詳しく話したことがあるわけじゃないけど。言われてみれば確かに。飲み物や食べ物を買うで、いや、買いませんなことないと思うから、そこまで極端な思想だったら話してくれてると思うから、なんか、いや、私無理なんだよね。あんま食べれないんだよね、見ながら、みたいな。それは聞いたことないので、ってことはイエスかな、と思うので、うちの予想はここです。オッケー。上から見ていきますか。教えて。こちらですね。運動部に所属していた、過去しているは、していたかな、今はしてないんで。なんだけど、なんと、これ、ノーです。あれ違うのいや、なんか、多分ね、みんなね、なんだよ、じゃあその、水泳部の情報って思ったと思うんだけど、私、水泳の大会に出たことはあるけど、水泳部ではなかったんだよね。そうなの？そう。中学生の時に、水泳の大会に出たんだよね。そう。多分それをすごい覚えてくれてたんだと思うの。で、実際自分も辞任として結構水泳得意。あれよ、プロ目指せるほどかって言ったらあれだけど、学年で上から多分3人くらいの子を選出して大会に出すみたいなあって、そういう催しが大きい大会があって、それに抜擢されただけで、そうなんだ。水泳部じゃなかった。だからただ別に水泳部でもないのに水泳が早い人。うちなんか大会に出たって言うからなんか水泳部の大会かと思ってた。そっか、普通そう思うよね。
だから惜しいんだけど、部活では運動部ではなかったっていうね。でも、戻れる可能性ある。戻れる可能性あるよね。うん、ある。次の問題がね、何らかのサブスクに3つ以上契約している。いや、これ結構、ありえるよ。イエス、ありえる。どう？まあ。3つくらいは？絶対3つ、これとこれとこれって正直、昨日急にやめたかもしんないじゃん、正直なんか。もう痛いかみたいになってるけど。まあ、確かに。今のこの時点で3つじゃなくなったわ、みたいなね。可能性もあるけど、まあこれまで通りだと、契約してるはずだから、これイエスで戻ってこれる気がする。おー。どうですか？こちらですね。何らかのサブスクを3つ以上契約しているのでイエスです。やったーよし、戻ってきたぞで、映画館では飲み物や食べ物を買う。まあ、これも簡単なんじゃない？確かに言われてみれば、あんまり深く話したことないような気がするけど、私はね、これ、絶対買います。からイエス。やったー。で本当にだからこれもビタビタで、こうそれ込みで楽しんでると思ってて、その映画館っていうアトラクションを楽しむのであれば、もうそこも余すところなくやっとこうぐらいな感じ。やったー。最初間違えてこれすごいね。おーってなったけど。というわけで、うちがここで1位どっち獲得して、お互いにどっちで引き分けね。引き分けだ。おー。いや、もう、引き分けとかどうでもいいくらい、このどっちいな。面白すぎる。面白すぎる。いやー、楽しかった。楽しかったね。みんな面白かったかな？うちらの知らないこといっぱい知れたんじゃないですか？ね、めっちゃ自己紹介になったと思います。まあ中にはね、いやそんなんどうでもいいわ質問も全然あったと思うんですけど、アフロにしたいかどうかとかどうでもいいな多分ね、どうでもかなりどうでもいいんだよねなんか私チラッと見たんだけど、なんか大人のドッジボーイ？大人のドッジボーイ？そう、なんか質問がちょっとなんかあれなやつがエッチマンドキドキの？エッチマンだから気になる人は検索してもらったらいろいろ出てくると思うんで、ぜひみんなも遊んでみてください。めちゃくちゃ面白い。2人からできるっていうのがいいと思う。ボドゲ大体4人とかからだけど。そうだよね。ハードル高いと思うんだけど、2人でもいいし、大勢でやっても面白いと思うんで。リンク貼っておくので、見てみてください。はーい。ということで、見てくれてありがとうございました。またのご来店お待ちしてます。バイバーイ。バイバーイ。